次。残念ですが、シャカールさんのトレーナーさんはもう。次。次。ダメだ。何度やってもどうやってもトレーナーは将来のどこかで必ず死ぬ。どうしてだ？体質、偶然、運の悪さ。んなもんじゃ説明がつかねえ。何かもっと大きな目に見えねえ要素がいずれ将来的にあいつを必ず殺す。何かあるはずなんだ。必ず見落としてる何かが。おやおや、そんな必死に20年後シミュレーターを研究するとは随分らしくないじゃないか、シャカール君。タキオンか。俺は今忙しい。ウセロ。なんだいその態度は。せっかく研究に没頭して食事も取り忘れているであろう君のために差し入れを持ってきてやったっていうのに。大きなお世話だ。別に意固地になって人に当たるのは好きにすればいいがね。そんなことで君のトレーナーが何やっても死ぬのをどうにかできるとは思わないがね。別にいいじゃないか。たかだかトレーナー一人死ぬことくらい君にとっては誤差みたいなものだろ。他人なんてノイズに過ぎないんだから。ちげえ。あいつはクソがやれやれ、世話が焼けるね。そうだ。俺は何をこんな必死になってんだ。20年後シミュレーターを使った時、未来でトレーナーが亡くなる光景を見て、それをマジで信じて来るかどうかもわからねえ結末に抗おうともがいてやがる。そんな予測なんざ切り捨てるのが正解だ。その日本ダービーで俺は7センティメートル差で負ける。入力値が正しければその未来予測は絶対に覆りようなんない。ダメだ。正確すぎる予測は正確な未来を引き寄せることを俺自身が一番わかってる。あの日本ダービーでの不可解な勝利の要因すら未だに解明できてねえのに、トレーナーが死ぬ未来が絶対に起こらねえなんて到底思えねえ。俺はどうしたら。シャカール。トレーナー？タキオンから連絡があって様子を見に来たんだけど、フラフラじゃないか、顔色も悪いし、ちゃんと食事とか取れてるのか。お前の死に顔見すぎたせいで食欲わかねえんだよ。何か言ったか？なんでもねえよ。どいつもこいつもおせっかいばかりだな。心配なんぞしなくとも今から食事もとるし、少しだけ休憩もする。まだ実験を続ける気なんだな。だったらなんだってんだよ。その実験、俺にも何か手伝えることはないかな？シャカールが俺には見せたくないような実験をしてることは分かってる。でも、そうやって憔悴していく君を放っておくことなんてできない。雑用でも、なんだっていいから、君を手伝わせてくれ。一つだけ聞かせろ。もちろん、何でも聞いてくれ。どうしてお前はそうまでして俺に尽くそうとする？明確な拒絶だって何度もしてきた。それに全く傷つかなかったわけでもなかったろ。お前は何を見返りとして俺と一緒にいるんだ？見返りならある。君が生きていること自体が、俺への報酬だ。んだよそれ。意味わかんねえよ。別に大したことなんてしてなくても、人は生きてるだけで、誰かを救っている時があるよ。俺は、シャカールのまっすぐな生き方に、たくさんのものをもらってきた。だから、見返りなんて、そんな気を張る必要なんてないんだよ、シャカール。そんな心配しなくても、君は俺に、思ってるよりも多くのものをくれてるんだよ。バカが。そうやって、人の人生にズカズカと入り込んできやがってよ。お前がそんなんだから、俺はらしくもなく。くっそ。シャカール、どこ行くんだ？ついてくんな。確かにあいつは俺の人生にいてもいなくても関係ねえやつだ。だけどその他大勢と一括りにできるほどあいつは安いやつじゃねえ。20年後シミュレーター起動。こうなったらトレーナーが死なねえ未来を引き当てるまで諦め悪くやってやるよ。
なんだこの空間は。ようこそエアシャカール。ここに来たということはとても大きな悩みがあるのね。よかったら私に話してみない？お前は学園の AI アバターじゃねえな。そのモーション挙動やレンダリング特性データじゃない。お前は誰だ？ふふ、一目で分かっちゃうなんてすごいわね。そうね、私はあなたたちが神とか言っちゃう存在なのかもしれないわね。ええ、その神様が俺に何してくれんだ？願いでも叶えてくれんのか？その通りよ。何？あなたのトレーナーさんが未来で必ず死んでしまう原因を私が取り除いてあげる。できるのか？もちろん。だって困難でも神様みたいなものですからね。ただしもちろんただではできないわ。代償を一つだけちょうだい。神様だの言ってた割にはケチくせえじゃねえか。代償だの言うなんて悪魔のやり口だぜ。俺の魂でもよこせとか言うつもりか？そうじゃないわ。私はあなたから返してほしいだけなの。返す？一体何を？日本ダービーであなたとトレーナーが覆した7センチメートル差の敗北。あなたがどれほどあがいても縮められなかった7センチ差、その差を覆して掴んだ日本ダービーの勝利を、もしなかったことにしてもいいのなら、トレーナーさんが死ぬはずだった未来を私が起こらなくしてあげるわ。あの時の勝利の何が関係あるってんだよ。あれは俺の意地が勝つとった勝利だ。違うわ。トレーナーさんのおかげで掴んだ勝利よ。本当は分かってるんでしょう？本来のあなたはあのレースでどうあっても負けるはずだった。でも彼がその敗北を覆した。それはあなた自身が一番分かっているでしょう？俺が負けるのは運命だったとでも言いてえのかよ。そうとも言うかもね。あなたには分からないだろうけど、この世界には一本決まったような流れがあるの。あなたのトレーナーさんはそれを無自覚に無理やりねじ曲げたの。本来はそんなことできないんだけど、トレーナーさんは私たちに近いような存在だから、そういうこともできてしまうのね。彼が死ぬのはその反動。他の人ならここまで大ごとにはならないんだけど、もともと運の細い人だからその反動に耐えられなかったのね。あなたは未来にトレーナーさんの死の原因があると思って探してたけど、本当の原因は過去にあったの。でもその反動も日本ダービーでの勝ちをなかったことにすれば、トレーナーさんが死ぬようなことはなくなるわ。さあ、あなたはどうする？嫌だ。あら、それはどうして？やっぱり三冠馬娘の称号がなかったことになるのに耐えられないかしら？違う、それだけじゃねえ。あの勝利は俺の方が正しかったって証明なんだ。どいつもこいつも俺のことをわけわかんねえ目で見る。誰も理解しようとしねえ。だから見せつけてやったんだ。俺の方が正しかっただろって。間違ってたのはお前たちの方だっただろって。そう、あなたは摩擦に苦しんだのね。だから誰にでもわかる偉大さを求めた。だってみんな分かってくれないんだもん。みんな私のことを宇宙人みたいな目で見てくるんだもん。誰一人私に気づいてくれなかった。だから誰にでも分かるようにレースに勝ってば私の凄さが伝わるって、そう信じてた。なのにそれでもダメだった。どうしてなの？私はただここにいるって分かってほしかっただけなのに。それがあなたの原点なのね。そうだよ、悪いか？もう整理のついてた。ガキの頃の記憶を掘り返してきやがって。悪趣味なやつめ。世界は相変わらず無関心で、俺以外のやつらは中身のない言葉と考えなしの行動で、まるで世界の冷たさなんて知らねえみたいに生きてやがる。なんで不安にならない？なんで誰かを信じられる？根拠も証明もなしに生きるのが怖くないのか？俺は怖いよ。みんな誰かを支えにして生きてる。あなたもそうやって弱く生きてもいいのよ。でもさ、んなことして不安になんねえのかよ。いきなり支えを外されない保証がどこにあるんだよ。
でもあなたはそんなことを絶対にしない相手を知ってるんじゃない？その人はあなたを理解できない。でもあなたを支えることを絶対にやめないし諦めない。人の一生でそんな人に出会える確率どれくらいなのかしらね。だとしてもあいつがいつか俺の前からいなくならないなんて、そんな根拠がどこにあるんだよ。答えなんてすぐにわからなくてもいいんじゃない？何十年も待った後にやっぱりあの時の選択は正しかったのだとわかることも素敵じゃない？分かったよ、返すよ、日本ダービーの優勝。でもその代わりちゃんとあいつを生かすと約束しろ。もちろんこれでトレーナーさんが将来確定で死ぬことはなくなったから安心して。それと引き換えにあなたの日本ダービーも負けたことになっちゃうけど、まああなたの人生全体から見たら大した変化はないから気にしないで。はあ、うさんくささ全開の相手に必死こいて掴んだ勝利を譲ったら出てきた言葉は誤差みてえなもんてか。なえるぜ。これだから神様ってやつは嫌いだ。そう落ち込まない。正解を選べたあなたにはご褒美として最後に本当の未来を見せてあげる。あありがとうパパママ。このお人形さんにドレス着せたりしていっぱい遊ぶね。娘が喜んでくれて買った甲斐があったな、シャカール。いらねえだろあんなもん。買うならもっと高性能なマシンとかの方が絶対いいだろう。ママのバカ、そんな可愛くないものいらないもん。私は今日からこのお人形さんとパパと一緒に寝るんだから、ママは PC と一緒に寝てればいいもん。あまり先行っちゃ危ないぞ。俺があの子と一緒に行くから、シャカールも後から来てくれ。はあ、めんどくせえ。これが俺の未来かよ。だっせはっ、てめえもいずれこうなるんだよ。ここは戻ってきたのか？夢だったはずだ。だがあれを夢で片付けるには現実感がありすぎる。おはようシャカール、実験はどうなったんだ？ってなんでトレーナーがいるんだよ。実験が一区切りついた時に何か手伝えることがないかと思って待ってたらいつの間にか朝になってた。一晩中そばにいたのかよ。バカかお前は。俺もバカだとは思ったんだけど、それくらいしかできることが思いつかなくて。ほんとこいつは。おいトレーナー、一つ聞きたいことがある。日本ダービーで俺は何着だった？ 2 着だ。花さまで距離を詰めれたのにギリギリで届かなくて。そうかよ。どうやら約束は果たされたみたいだな。あの時は本当に惜しかったよな。2人で頑張ってきたのに今思い出しても目頭が熱くなって。うぜえ、過去にこだわってんじゃねえ。んなもんより未来のレースの方が大事だろうが。あれ、まだまだ勝ちに行くぞトレーナー。もたもたしてっと尻を蹴り上げるからな。なんかシャカール、昨日までと変わったか？随分すっきりとした顔してるけど。お前には教えてやんねえよ。残念。ふわ何眠そうな顔してんだよ。いや、さすがに一晩中寝ずにいたのは良くなかったみたいだ。まだ出勤時間まで時間があるし、一度家に帰って寝直してくるよ。どうせ誰も来ねえだろうから一度だけ許してやる。急にどうしたんですか、シャカールさん。時間まで寝かしてやるよ。それは嬉しいんだけど。この状況って、なんか、シャカールが絶対にしないようなことをされてるような気がするんだけど。なーに、ついに俺は気づいたのさ。誰かを枕にしちまった方が楽だってことにな。私の将来マジであんなのになんの。やだ。私は20年後シミュレーターの内容悪くなかったけどね。トレーナーさんとおやおや、よかったのかい？君の研究結果の20年後シミュレーターを他の一般生徒にも使わせて。
欲しかった結果は手に入れた。だったら誰に使わせようとこっちが困ることはねえしな。それに未来なんてあるかどうかもわからねえものに俺さえも振り回されたんだ。他のやつらも苦しめ。君も変わったね。入学当初の世界を敵に回してるようなトゲトゲしさは一体どこに行ってしまったのやら。変わらねえやつなんて死んでんのと同じだろ。それもそうだね。変わらないなんてそれこそありえない。時間というものだけは誰にでも平等に流れているのだから。そういうこった。ところで君が将来トレーナーと結婚していたという報告について詳しく聞きたいのだが、一体君のトレーナーはどうやって君の頑くなだった態度を崩したのだと思う？君のような天才の精神性の変化としてぜひとも教えてくれないかい？んなもん決まってんだろ。あいつがしつこく俺につきまとってきて仕方なしに俺が折れてやったに決まってる。なんせ俺は優しいからな。